皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally のポッドキャストへようこそ。私はふみです、このチャンネルでは日本語や日本文化について紹介します。今日のテーマは、なぜ日本語ネイティブ同士の会話が聞き取れないのかです。日本語を勉強している人が、ぶつかる壁として、例えばこういうポッドキャストとか、あと私のメインチャンネルみたいな簡単な日本語の動画は全部理解できるのに、普通の日本語ネイティブの人向けの動画を見ると全然理解できない。で、そこにものすごく大きな差を感じるっていう、話をよく聞きます。これは言語学習をしていればぶち当たる壁ではあると思うんですが、今日はですね、そのギャップを少しでも埋められるような話をしたいと思います。具体的には、やっぱりついていけない、ネイティブ同士の会話についていけない理由はいくつかあるんですけど、それも話しますが、今日一番メインとしたいのは、音の変化の部分です。日本語ってよく書いてある通りに発音してるって言われます。それは英語とかと比べてってことですよね。英語の場合は、スペルの部分と発音がずれるってよく言いますよね。で、それに比べて日本語は、書いてある通りだってよく言います。でも、実際はやっぱりそんなことないわけです。で、例えば、皆さんが習ったルールとしては、例えば、ハイスクールは、こうって書くけど、発音は、こうですね。で、先生も、先生って書くけど、発音は、先生です。なので、おの後のうは、おと伸ばし、えの後のいは、えって伸ばすっていうルールがあります。これはいろんな例外もあるんですが、基本的にはそうです。で、そういうのは皆さんも知ってると思うんですね。ですが、もちろんそれ以外にもいろいろ変化しています。文字ではこう書いてあるのに実際は違うっていう音がたくさんあるので、今日はその辺を実際に YouTube の動画を見ながら、説明したいと思います。3つぐらい YouTube チャンネル出すので楽しみにしていてください。で、最後に、じゃあどうしたらいいのかっていう対策もお話ししたいと思います。なので、ぜひ最後まで聞いてください。では最初に、学習者向けのものは聞き取れるのに、実際に日本語ネイティブ同士の会話が聞き取れない理由、一つ目としては、当たり前ですけど、知らない単語が多いってことです。単語をものすごくたくさん知っているとしても、漏れてる単語ってありますね。まだ勉強できてない単語はあるし、あと、ネイティブの人同士の場合って、その人たちだけが知っていることを話していることもあります。例えば、ポッドキャストで2人が対談するとかだったら、それはやっぱり聞いてる人のことを考えて、そういう、この2人の事情っていうのを知らない人が聞いてもわかるように話します。でも、友達同士とかだと、もう今までの流れだったりとか、そういうことで絶対知らない単語を使ってくることはよくあります。だから知らない単語が多いってことですね。あとは、例えば普通に、辞書に載ってないような言葉もあります。皆さん、イケボって聞いてなんだかわかりますか？後でそのイケボが出てくる動画も出しますが、ですね、イケメンは皆さん知ってますか？イケメンは、イケてるメンズかな？かっこいい男の人、ハンサムな男の人がイケメンです。で、イケボはそれみたいな感じで、ボがボイスなんですね。だから、イケボっていうと、声が素敵な人じゃなくて、素敵な声がイケボです。で、例えば、そういう知らない言葉が普通に出てくると、もしイケボを知らなかったら、
その言葉がパッと出てきたら、なんだろうってなりますよね。で、そういう知らない単語がまあ普通にあるっていうのと、あとは、普通にスピードが速いですね。私もここで話すときには少しゆっくりめにしています。だからちょっとこれ、私の自然な速さではありません。もし、時々、今日なんか速いなって思ったら、うっかり速くなってます。そっちが私の自然な速さです。じゃあちょっと自然な速さで話すとこんな感じ。これぐらいな速さになります。で、ちょっとだけこれで話しますね。で、そうすると、普通のスピードで話しちゃうと、知らない単語が出てきた時に、とか、知ってる単語でも、処理速度が追いつかなくて、あれ今なんて言ったって言ってるうちにもう言っちゃうっていうことですね。ちょっと早かったですか？だから、知らない単語だけじゃなくて、知ってる単語でも、あれ今、なんて言ったんだっけって考えてる間に、喋ってる人が先に言っちゃうってことですね。あと、早いと音がなんか微妙につながることもあります。例えば、気をつける。例えば気をつけるとかが、気をつける。気をつけるってなったりします。気をが今日ってなっちゃうってことですね。それとか、あと、本を読む。これ普通に早く言ったら本を読むってなります。本を読む。ただ、これ気をつけてほしいのが、早く言ったからって、発音が、間違った発音で発音してるわけではないってことです。だから、私、自分の、発音チャレンジっていうのを毎月私のサブスクコースでやってるんですけど、そこで間違いやすい発音っていうのを取り入れてて、そこで必ず入れるようにしてるのが、あいうえおの前のんなんですね。んって N で、ローマ字だと N で表します。そうすると、それを見て多くの人が、これ、下って言います。下。タンは下です。下を上顎につけてしまうんです。英語の N みたいな発音ですね。N っていう時、つけますよね、上に。それみたいに、日本語のんもつけちゃうんです。で、大概の日本語のんはつけてもいいんですけど、あいうえおの前のんはつけないんです。で、これ、日本語ネイティブは無意識でやってます。私も勉強するまで自分がそういう風に発音してるって知らなかったです。でも、そのあいうえの前、あいうえおの前のんは、下を上顎につけないで発音するんですね。なので、本を読む。本を読む。これをつけて発音しちゃうと、本を読む。本を読む。ちょっとおがのになってしまうんです。これは違う発音なんですね。で、早く言った時に、そういう発音をしてるとか、そういう意味ではないんです。早く言っても、ちゃんと発音してる。そこは押さえておいてください。なんで、例えば、本読むですね。そういう風に早くなるんで、ちょっと聞き取りにくくなるっていうのがあります。あと、話し言葉でしか使わない言葉っていうのもあります。例えば、話すのことを喋るって言うんですね。で、喋るは基本的に話し言葉です。だからあんまり書くときに、正式な文で、喋る、おしゃべりな人とかは使うんですけど、あの人が喋ったときにとか使わないです。喋るって話し言葉ですね。あと、大きいはでかい。あと、大きいは大きいにもなります。というふうに、音も変化します。単語が変わる時もあれば、音が変化するのもあります。で、大きいは大きい。小さいはちっちゃい。で、あと、例えば、暖かいはあったかい。で、それがさらに音変化であったけーってなることもあります。だから皆さん多分すげーって聞いたことあると思うんですけど、あれはすごいの音の変化ですね。すごいはすげー。うまいはうめえ。みたいに、愛の音が、愛の音とおいの音がってなるわけです。
なので、綺麗とかは、A の音はそのまま A ってなるだけですね。変わらない。あとは、例えば、暑い。これが、あっちい。あっちいってなることありますね。あと、暑いは普通に暑とか、暑い。今日暑い。みたいな感じで言います。で、あと、例えば、臭いは、臭とか、くせえっていう風になるわけですね。話すと。あとですね、音が抜けるものもあります。で、私がよく言っているのは、やっぱです。これはやっぱりなんですけど、やっぱりっていう時もあるんですけど、会話ではまあ普通、どうだろう。だいたいやっぱってなります。で、やっぱの場合はもう結構多分使われるからか、文字に字幕で起こした時も、やっぱのままでもそんなにおかしくないんですね。でも、あんまりという言葉があるんですけど、例えば、あんまり好きじゃないみたいな。あれは、話すと、喋ると大体あんまってなんですね。あんま好きじゃないんだよね、みたいに。で、その、あんまって時は、文字にした時に、あんまってすると、なんとなく変な気がして、文字にすると、それはあんまりってやっぱりどうしてもしちゃいがちです。しちゃいそうですね。多分、あんまりにすると思う。なんで、そういうところでだんだん、文字で表したものと、実際の音の発音が変わり出します。で、今言ったすげーとかうめーは多分文字でもすげーとかうめーって出すんですよ。字幕でテロップって言うんですけど。でも多分、あんまは多分あんまりって変えると思います。あとですね、例えば、何々しようと思ってんだけど、とかってよく言うんですね。思っているんだけどって意味ですね。思っているんだけどっていうのは、喋ると、思ってんだけどってなるんですね。思ってんだけど、るが抜けてますね。でも、これをですね、文字にすると、思ってんだけどってなんか変なんですね。だから、文字にするときはここ、るが入ってきます。でも、る言ってないんです。だから、なんか、だんだん、あれってなってくる感じがあります。これ後で実際の例を見せますね。で、それと同じように、何々してるんだけどっていうのも、何々してんだけど、今食べてんだけどってなるので、ただそれを食べてんだけどって文字にするとすごく変なので、食べてるんだけどっていう風に、文字だったら補う。言ってない言葉を入れておくと思います。で、あとですね、助詞がよく省略されます。で、これ皆さんよくご存知かもしれないですね。だから、例えば、学校行く。もう、早く学校行きな、みたいな感じで言うときに、早く学校に行きなってに入れないですね。で、今、に入れないですねって言ったけど、にを入れないですねって、おってやっぱ言わないですね。おも省略されます。結構省略されます。で、に入れないってこれはに入れないじゃなくてに入れないっていが伸びてますね。で、こういう感じでよく歯を磨くって言葉があるんですけど、歯を磨くね。で、歯を磨くはこれ大体喋ると歯磨くってなります。もう歯磨いた？歯磨くです。歯磨いた？歯を磨いたって言わないですね。歯磨いた？あと、人に対してすごく気を使ったら、もうめっちゃ気使った、みたいに気使った。一文字がこう、二拍に伸びる感じがありますね。そう、それをじゃあ字幕にもししたとしたら、きつかったってなっちゃうから、なんか変なんですね。で、もう歯磨いた？もう歯磨いた？これはもしかしたら、そのままを補わないかもしれないけど、今日めっちゃ気使ったっていうのにもし字幕をつけたら、もしかしたらやっぱおを入れるかもしれないですね。見た目で気使ったってなるとなんか変な感じがします。はい。そんな感じで喋るのと文字が変わってきてる部分っていうのが結構あって、
そういうのがすごく難しいんじゃないかなって思います。なので、じゃあちょっとそれを具体的に見ていきたいと思います。最初の動画は、井上咲楽さんっていう女優さんがいます。で、栃木の人なんですけど、その人が実家に帰って家族と夕飯を食べているワンシーンから撮ります。ですね、やっぱり家族の人は普通に自然に話してます。井上さんも自然に話してます。なので、聞き取りにくいです。ただ、すごくいい例なので、ちょっとぜひ一緒にちょっと見てみましょいただきいただきまーす。はい。お誕生日おめでとう。おめでとう。ねじもねじ。おめでとう、誕生日ボーイ。はい。ボーイじゃない、ボーイおじさんか。誕生日おじいさん。56歳。おじいさん。なんで飛びすぎだろ、お前、ボーイからも。う。ちょっと面白いですね。今、おめでとうっていう言葉が結構おめでとうって感じで、はっきり発音してなかったのと、今このお父さんの発言が面白かったんですけど、ちょっともう一回、これ以上のことを言ってるんですね。この、おじいさん、なんで飛びすぎだろ、ボーイから。っていう字幕が今入ってるんですけど、このお父さんの発言に、これ以上のことをお父さんは言ってるので、何を言ってるかちょっと聞いてみてください。聞き取れなくても全然大丈夫です。誕生日おじいさん。56歳。おじいさん。なんで飛びすぎだろ、お前、ボーイからも。これ、飛びすぎだろお前、ボーイからお前って、お前が2回入ってたんですね。で、はっきり発音してないです。お前って感じ。ちょっともう一回。56歳。おじいさん。なんで飛びすぎだろ、お前、ボーイからも。ボーイからお前っていう感じですね。で、このお前みたいな音がしたらそれはお前ってことなんです。で、そういうのは、まあ、いちいち入れないですね。でも、実は言ってたわけです。はい。じゃあ、おめでとうも一応聞いときますね。おめでとうってはっきり言ってないおめでとうって感じのおめでとうをちょっと聞いてください。おめでとう。ですね。もうちょっとだけ聞きましょホタルイカ取りに行こうかな。行くんだよ。何ホタルイカ取りに行こうと思ってんだけど、一緒に行かない？何ねう。そう、ホタルイカ取りに行こうかな。ホタルイカは、イカですね。ちっちゃいイカ。ホタルイカ取りに行こうと思ってんだけど、一緒に行かない？今、思ってんだけどって言いましたね。ここです。ホタルイカ取りに行こうと思ってんだけど、一緒に行かない？思ってんだけど。ここ、日本語の字幕は、ホタルイカ取りに行こうと思ってるんだけど、ってなってますが、実際これは思ってんだけどって言ってます。だから、るが聞こえないって思うかもしれないんですけど、言ってないです。ちなみに、今私これ言ってないですって言ってるんですけど、言ってるっていつも言うっていうやつを言うって発音して、言ってるとか言わないとかって言うって発音してるんですが、これを書くときはいって書きます。なぜならば、この漢字は言うでいいっていうのが正しい表記だからです。だからこれは言ってるってもう言ってるんですけど、私のこの字幕では言ってるって出てると思います。それが正しい表記だからです。次の例は女性同士の会話です。一人は、料理家、お料理する人ですね。で、もう一人は文芸評論家の方です。で、二人とも若くって、おしゃれで、お洋服好きで、二人で買い物に行きます。で、文芸評論家、三宅佳穂さんって言うんですけど、その三宅佳穂さんに似合う服を、もう一人の料理家の長谷川あかりさんっていう人が、どういうのを買ったらいいかを、アドバイスするのかな？選んであげる、みたいな企画です。じゃあ、ちょっとこれを見てみますね。でも、これも可愛い。これ似合くないですか？今、わかりましたか？もう一回ちょっとここ聞いてください。似合うのあたり、なんて言ってるか。でも、これも可愛い。これ似合くないですか？
今字幕はこれ似合いませんかってなってたんですけど、実際この赤い服の長谷川あかりさんが言ったのは、これ似合うくないですかです。似合うくないって日本語的には使ってる人がいるから正しくないっていう言い方はしたくないんですが、日本語で書くとすごく変です。つまり書き言葉としてはあまりに崩れているっていうことです。で、似合うは動詞です。だから、これ似合うんじゃないですかとか、これ似合いませんかですね。とかが、正しい動詞の、変化ですね。活用ですよね。でも、最近はですね、こういう似合うとか、あと違う。これを形容詞みたいに、その意で終わる形容詞みたいに活用して、違くないですかっていう人が多いんですね。で、似合うくないですかは、実は私は初めて聞きましたが、違うは本当は違わないですよね。でも、それを違くないっていう形容詞みたいな活用をするのがもう結構普通になって普通です。多いです。なんで、似合うを似合うくないっていうのも、もう多分これも普通になってくると思います。はい。だから、皆さんが日本語を聞いて、あれ、習ったのと違うって思っても、習ったのと違うことを言っていることも随分あります。私こういう形がなんか割とあれなんですけど、赤井さん着てる。で、今もう一人の方が、私こういう形がなんか割とあれなんですけど、って言って、あれって何って考えると、あれが何を指してるかわからないと思います。で、この場合はその続きで、私はなんかあれだけど、あかりさんっていう相手、あかりさん着てるイメージがある。これは言いづらくってあれを使ってるんですけど、私には似合わないとか、私には向いてないような気がするとか、私はあんまり着ないとか、とにかく、ちょっと否定的なことなんですね。で、それをはっきり言わないで、なんか私あれなんですけどっていうわけです。だから、例えばこのあれの使い方が分かってないと、何があれだった?なんかあったあれって思っちゃうかもしれないですね。で、あと、この例のように、日本語の場合は相手を名前で呼びます。だから、あなたが着てるイメージがあるとは言わないですね。で、また、あかりさんがとか、あかりさんはとかのそういう助詞は抜いて、あかりさん着てるイメージがある。っていうふうに言ってます。ちょっともう一回聞きましょでもこれも可愛い。あ、これ似合うくないですか？紫。私こういう形がなんか割とあれなんですけど、赤井さん着てるイメージが。あ、そうですね。私あるかも。そう。で、あと、なんかっていうのが今字幕から落ちてました。で、なんか割とあれなんですけどとか、なんかって本当によく使うんです。で、私も、ポッドキャストで喋ってる時に使います。これは、もしかしたら、本当に聞きやすいポッドキャストは、もっとプロフェッショナルなポッドキャストだったら、なんかは言わないようにすると思います。で、私としては、少しは自然な日本語を聞いてもらわないとって思ってるので、なんかをあえて外そうとはしていないです。そう。でも、なんかは本当にもそうなんですけど、入ってきちゃいます。特に言いにくいことを言うときは絶対に絶対にとは言いませんが、結構入ってきちゃいますし、考えてるときも、なんかあれみたいなのとか、なんかね、入ってきちゃいます。じゃあ、ちょっと続きを見ます。節約。このシャツ可愛いないですか？で、今、このシャツ可愛いないですかって言いましたよね。で、本当だったら可愛くないですかですね。で、今字幕も可愛くないですかってなってました。でも実際の発音としては、このシャツ可愛いないですかって言ってましたね。このシャツ可愛いないですか？で、可愛いないですかはどっちかっていうと、ちょっと方言っぽい気がします。ちょっと関西っぽい感じがしました。
ただこの赤い服の長谷川あかりさんは埼玉の方だと思うので、埼玉にはそういう表現はないんですけど、そういう方言は、そういう可愛いが可愛いないですかっていうのはないんですけど、聞き取りにくい理由としてそういう方言が入ってくるっていうこともあります。だいたいそうすると文末が変わりますね。で、このもう一人の三宅佳穂さんの方は高知の方で、その後大学京都で、今も京都に住んでらっしゃるので、西の方の語尾になることもよくあります。だからなんか夏しか着れないものとか冬しか着れないものってあんま好きじゃなくて。はい。今のあんまの例を見てもらいました。字幕はあんまり好きじゃなくてって出てるんですけど、言ってるのはあんま好きじゃなくてですね。この辺はわかりやすいですね。では次。こういうのも着てほしい。はい。で、これ字幕がこういうのもってなってるんですけど、発音はこういうのも。言うですね。言うは言うになります。こういうのも着てほしい。こういうのも着てほしい。次は男性同士の会話の例を見てもらいます。これはゆる言語学ラジオっていう人気のポッドキャストです。言語学ってこういう言葉に関する学問で、それをわかりやすく話してくれるっていうチャンネルです。でもこの二人のやりとりが面白くって見てる人が多いと思います。じゃあですね、ちょっと見てみますね。だからもうありとあらゆること知ってんすよ、俺について。ありとあらゆることを知ってんすよ、俺についてって言いました。これの字幕はここでは言った通りというより、ありとあらゆることを知ってるっていう字幕になってます。これ字幕っていうかテロップって呼びます。その喋ったこととかをこう出すやつですね、画面上に。で、そのテロップだと、ありとあらゆることを知ってるって出てます、今。で、この人たちの場合は言った通りのことを出すというより、こういうことを言ってるっていう情報を出してるので、こうやって動詞が今知ってるっていう風になってます。で、実際に言ったのが、ありとあらゆることを知ってんすよって言ったんですね。で、知ってんすよ。知ってんすよ。これは多分こういう字幕を出すことはないですね。知ってるんですよです。字幕を出すなら知ってるんですよ。それか知ってるんすよはあるかもしれない。るは入りますね。でも実際は知ってんすよってなってます。だから短くなってますよね。で、あとちょっとこの後続けます。相手についてのすげえ詳しいデータが出てきて。はい。で、今ここすごいはすげえってなりましたね。で、あと今だからはどうだったかな？聞き取りにくかったですか？自分のクロードコードに僕の個人情報2000行ぐらい与えていてだからもうありとあらゆること知ってんすよ、俺について。だからの部分がだからっていう感じではっきり言ってないの分かりましたか？ここだからもうありとあらゆること知ってんすよ、俺について。だからもうありとあらゆること知ってんすよ、俺について。だからもうって感じですね。だからもうってことですけど、その辺は、もうっていう感じになります。はい。じゃあ、あとちょっともう一つだけ。これ何の話してるかわからないと思うので、音だけ。ただ考えてみるとさ、すでに声の格差社会みたいなのめっちゃある気すんだよ。始まった途端に何て言ったかわかりますか？考えてみるとの前に彼が何て言ったのか。ただ考えてみるとさ、すでに声ので、ここなんですけどね、正直何て言ってるかわからないです。で、今、よく聞き取れはしなかったんですけど、でもとかじゃないから、でもとかだと前に言ったことと違うことを言いますよね。反対のこと。でも今の感じだと前に言ったことだからみたいな感じになるなっていうのはわかるんですね。だから具体的に何という言葉を言ったのかは正直聞き取れない。私にも。でも、問題ないわけです。
だから、しっかり勉強しようってすると、あれ今ここなんて言ったのかなとか、いや、本当に聞き取れないってあると思うんですけど、そういう日本語ネイティブにも聞き取れないっていう部分は案外あるので、意味が大きく取れるときは気にしないっていうのが一番ですね。で、あとじゃあ、イケボの話をするので、ちょっとその辺だけ聞いてみましょう。へー。なんかイケボってそれぐらい恋愛市場で価値あるなって思うんですよ。はい、今、イケボって言ってましたけど、これ、イケボがわからなかったり、恋愛市場の意味がわからなかったら、ついていけなくなりますね。まあ、そういう感じで、まとめると、単語がわからない、知らない言葉があったり、知ってる言葉の音が変わってたり、とにかく早すぎたり、いろいろあるわけですね。そしてやっぱり何より大きいのが、もう実際に音が変わっちゃってるっていうところです。では、ここから対策なんですけど、どうしたらいいか。まずはですね、わからなくても聞くってところです。何回か聞いてると何の話しているか分かってくると思うんですよね。今私が見せたものって本当に一部を切り抜いてるから、皆さん分かんなかったですよね。この人たちが何の話をしていたのか。でも、動画を最初から最後まで見れば、割と見えてくるものはあります。あと、このゆる言語学ラジオの人たちはちゃんとリスナーを気にして話してるから、難しいけど分かりやすいんですね。でも、そうじゃなくて、例えば、日本のチャンネルとかで、YouTube チャンネルとかでよく、何人もの人たち、男の人だったりとか、そういう人たちがワイワイガチャガチャ騒いでるような動画とか、ああいうのは本当に何を話してるかわからないです。それは彼らの中で積み重ねてきたことがあって、突然その動画を見ても日本語ネイティブにもわからないです。だから、このチャンネル面白いなと思ったら、一本見て諦めないで、多分その中でも難しいのだったり、わかりやすいのだったり、テーマによって違うと思うんですね。なので、わかりやすそうなものから、わからないのを本当にって言いながら見る必要はないんですけど、これわかりそうかもっていうのを見つけて、ちょっと本当に何回か見てみるのが大事だと思います。そう。でも今言ったように、その騒いでる動画っていうのはわかりにくいです。その内輪ネタっていうのがあるんですけど、内輪っていうのは自分たちのグループのことを内輪って言います。で、内輪ネタっていうのは、その人たちの中でだけ理解できること、面白いこと。で、そういう仲良しの人たちってそういう内輪ネタの話をいっぱいします。そうすると聞いてる人にはわからないです。でも、その人たちの動画をもうずーっと追いかけてれば、そういうファンの人にはわかる。そういう感じのチャンネルはわかりにくいと思います。で、もし皆さんが、お料理が好きだったら、お買い物をしていた動画の赤い服の方は、料理家です。で、料理のチャンネルを持っています。料理のチャンネルのいいところは、何をしてるかが見えて、それを説明してくれるので、こうやって切りながら刻みますとか言ってくれます。そうすると、例えば、野菜をこうやって切るのは刻むって言うんだなって勉強になります。なのでそういう意味で、長谷川あかりさんのチャンネルは、料理が好きならおすすめです。で、あと、三宅かほさんのもう一人の方のチャンネルは大変面白いんですが、本の話がメインなので、本好きの人にはいいと思いますが、ちょっと難しいは難しいです。でも、もし本が好きだったら、見てみてもらいたいのと、あと、本の話をしてるのもあれば、新幹線で本を読んでるっていう動画もあるんですね。で、そこに後からナレーションつけてるみたいな。そういうのは、本そのものの動画よりわかりやすいかもしれません。で、あと、最後に見た男性2人のゆる言語学ラジオは、これはね、難しいんですけど、結構外国の方も見てるようです。日本語勉強に役立つ動画とかっていうと、大体上級者向けに、
ゆる言語学ラジオ出てきているので、面白いです。あと、日本語の勉強になります。全然そういうのと関係ない話をしている時も多いんですけど、テーマによっては本当に勉強になります。で、だんだん、そうですね、好きになると別に、勉強になるかどうかじゃなくて好きだから見てるとか、そういう感じになりますしね。なので皆さんも、好きなチャンネルを見つけてたくさん聞く。で、本当にね、最初はわからないと思います。でも、わからないプチって切るんじゃなくて、1日5分でいいから、わからないのを、わからないなりに、ちょっと聞いてみる。そうすると、少しずつ、なんとなく見えてくるものがあると思います。そう。で、あとですね、皆さんが、じゃあこういう、例えばすごいよすげえって言うとか、あと、知ってんすよとか、そういう話し方をする必要があるか、なんですけど、それはないです。実際、初めて会った人とは、基本的には、時と場合によりますけど、ですますを使って丁寧に話すので、やっぱり教科書で習うような喋り方を知っておく。それが一番大事です。で、その中で、もし、そういう話し方したいなという時に、そういう話し方をしている動画を真似するっていうのは、もちろんありだと思います。大事なことを忘れてました。そうだ、今見たのはだいたいデスマスを使ってて、家族のは使ってなかったですね。使ってないんですけど、そういうデスマスを使わない話し方に慣れたい。それもやっぱ慣れが必要なので、慣れたいなって思う時には、そういうデスマスを使わないで話してる人たちの動画を見るというのもありです。はい、じゃあ今日はこんな感じです。勉強になったと思ってもらえたら嬉しいです。もし勉強になったと思う人はぜひ、高評価、それからチャンネル登録、そしてお友達にシェアしていただけると嬉しいです。で、またメンバーシップに入ってくださった皆さんありがとうございます。こちらに名前を出します。また、途中でも言いましたけど、私は発音を教えるサブスクリプションコースをやっています。もし自分の発音大丈夫かなとか、自信を持って話したい、発音を良くしたいって思う人は、ぜひ概要欄からリンクをチェックしてみてください。はい、じゃあ今日はここまでです。では皆さん、良い1週間をお過ごしください。また次の動画でお会いしましょう。